では本日の労務相談です。派遣労働者の同一労働同一賃金も改正により変わったのですかという内容になります。令和8年10月1日より同一労働同一賃金の改正があると聞きました。派遣労働者についても改正はありますかということです。先月の法改正情報にも、記載がありましたけれども、この同一労働同一賃金の改正が派遣労働者にも影響があるのかということです。で、回答の方にありますように、派遣労働者にもその同一労働同一賃金に関するルール改正が適用されるということになります。で、内容については、ポイントは次の3つということで、具体的にその内容の3つが、記載されています。ちょっとこちらまた、別のシートでまとめてありますので、確認をしていただきたいと思います。で、派遣法の今回の3つのポイントですけれども、まず1つ目は説明義務の改善ですね。雇い入れ時、派遣時の明示事項に、待遇の相違の内容、理由等について説明を求めることができる旨が追加されます。これまでも求められたら説明する義務はあったんですけれども、今回はその説明を求める権利があること自体を、あらかじめお知らせすることが必要になります。で、2つ目はガイドラインの明確化です。ここにあるような手当について、不合理性の判断基準が具体化されております。3つ目は公正な評価による待遇改善ということで、評価結果のフィードバックや教育訓練、キャリアコンサルティングの実施が求められるようになります。では、先ほどお話した通り、パート有期契約法、この法律でも同一労働同一賃金があって、派遣法の方にもあって、それはどういうふうな違いがあるのかなんですけれども、共通点としては、ガイドラインの内容だったり、説明を求める権利の明示追加っていう、そのものは、共通なんですけれども、相違点としては、明示義務のタイミングですね。パート有期の方は雇い入れ時のみなんですけれども、派遣の場合は雇い入れ時のみ、派遣先が変わって、派遣に行くときのタイミングで、その都度、明示義務のタイミング、説明のやる義務があるということになります。そういう点としてはこの程度かなと思います。で、今回の特に改正ではないんですけれども、同一労働同一賃金、派遣労働者の同一労働同一賃金を考える上で、とても重要な前提知識として、この比較対象労働者の違いっていうのがあります。で、パート契約の方については、自社の通常の労働者と比較するんですよね。なので、別にとてもシンプルなんですけれども、派遣になると、この待遇決定方式によって、誰と比較するのかっていうのが変わってきます。で、その待遇決定方式っていうのが2つありますので、簡単に説明しますね。で、まず1つ目が、派遣先均等均衡方式になります。これは、職務内容とか配置変更の範囲が類似する派遣先の、通常の労働者、これ正社員とは限らないんですけれども、通常の労働者が比較の対象となります。で、対象となるものは、ここに書いてある通り、基本給、賞与手当、福利厚生、教育訓練など、すべての待遇になります。ですので、派遣先は、この比較対象労働者の待遇情報を派遣元にすべて提供するという必要があります。ので、派遣先が変わった場合は、その派遣先に応じて、その比較対象労働者も変わってくるので、待遇の見直しがその都度必要になってくるというのが、この派遣先均等均衡方式になります。ですから、派遣先も派遣元も結構負担が大きいということになります。で、次に、待遇の決定方式2つ目として、労使協定方式があります。実務上、9割くらいの派遣会社はこの労使協定方式を採用していると言われています。で、比較対象なんですけども、まず賃金で言うと、賃金水準というのは、派遣元で労使協定を締結して定めます。で、その労使協定で定める賃金っていうのは、
同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準以上であることが必要です。で、この賃金水準というのは、厚労省の方から毎年8月下旬頃に公表されているので、それを下回らないように労使協定を結ばなければいけないと。で、賃金水準については労使協定で決めるんですけれども、例外として、教育訓練だったり、福利厚生施設っていうのは、労使協定方式でも派遣先との均等均衡が必要なので、この項目については、派遣先から情報提供をもらって、それとちゃんと同等にしなければいけないということになります。で、今回の法改正で特に注意していただきたいのは、この病気休職休暇、夏季休暇、冬季休暇、報奨。で、この3項目については、最初の方で、今回の同一労働同一賃金のガイドラインのところで、具体例が出された項目になります。で、この3項目については、労使協定でもなく、派遣先でもなく、派遣元内部の社員と比較するということになりますので、ここは非常に複雑にはなります。このように派遣労働者の同一労働同一賃金については、労使協定方式か派遣先均等均衡方式2つがあるよということだけ、ちょっと今回覚えておいていただければなと思います。実際にクライアントさんでも労使協定方式を使っている派遣会社と、実は派遣先均等均衡方式を使っている会社さんもあるということで、非常にこちらの方もしっかり押さえておかなければいけないポイントになっています。最後、まとめとして、同一労働同一賃金、今回の改正にあたっては、考え方自体は変わらないと、派遣であっても。ただ、この説明を求める権利の周知が明示が義務化されたっていう点と、待遇者の判断基準がより具体化されたということがあります。10月1日が改正になりますので、派遣会社の場合はいろいろ書類が関係してきますので、その書類の点検、追加修正の方をやっていただければと思います。本日は以上です。